はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月9日の皆既日食から4月末までのタロットリーディングをさせていただきます。前回4月5月6月と3ヶ月分の大まかな流れの解説をさせていただいたので、こういう流れがあるんだなって分かると、逆にその流れがあるからこそ今どうすればいいかっていう今に集中して今を豊かに過ごすことができるので、ちょっと4月に集中してタロット見てみますね。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。4月です。ワンド6の逆鳳凰、ワンドナイト、カップ4、ワンドエース逆、ペンタクス9、そしてワンド7の逆ですね。気をつけることや対策は、ジャスティスの逆とカップの8と、オラクルははい、ソードのページ逆です。そうですね。前ね、その3ヶ月分の時にすいません。3ヶ月分の時にちょっと自分の感覚がねかなり敏感になっていませんかっていうことをお伝えしたんですね。で、代わりに敏感になってる分何か人の優しさとかそういうのにすごく受け取れますよねっていう時なんですがすいません4月9日の日食って全体的な12星座共通のね流れで言っても何を優先させますかっていうのを問われているようなタイミングだったりするので、この魚座の皆さんもご自身がどれだけ動けているとかどれだけ何をできているとかそういうのではなく、この3ヶ月の始まりとして4月9日から何を決めますか、何に優先順位を置きますかっていうことを自分で決めていただくとすごくその後がすっきりいくなって感じがします。要するに自分の体調がうまくいったらこうとか、自分がこういう状態になったらこうできるっていうのを家庭法ではなく、どの状態であったとしても私はこうしたいんだみたいな、そういう意図をですねここから立てていただくことで迷いがなくなるよって言われてるんですね。今全体的に非常にちょっと心がナイブになっているせいか、自分のことを疑いやすくなったり、またこれからの未来もどうせみたいなうまくいかないかもしれないとかですね、そういった感じで人生そのものを疑っているみたいな感じがあるんですよね。自分が置かれている環境や自分に降ってくる出来事ってなんか自分を苦しめようとしてるんじゃないかみたいな、そんなことを想像してしまってたりとかね、なんかそんな感じがあるんですけど、本来宇宙っていうのは私たちを生かそうとしているわけですね。いろんなエネルギーを持って、そのことを忘れそうになってるなみたいな感じがあり、自分の感情がすごく嬉しいから大丈夫とか調子がいいからいいっていうことだけではなく、どの状態であったとしても宇宙は私たちを生かそうとしてくれている。そしてプラスに働かせてくれているんですけど、それをご自身がナイーブになってもしかしたら敏感に疑い深くなってるかなっていうのがあるので、そこはですね、自分の感情に左右されて物事を決めるのではなく、逆に感情ではなく自分の意思で決めてしまうことによって感情の揺れがなくそのまま道ができてくるよっていうメッセージが一番強いメッセージだと思ったんです。っていうのは本当に人ってね簡単に気分が落ちたりとか簡単に気分って上がったりするんですよね。でそれって外側の状況で誰かが自分のことを褒めてくれたから嬉しいとか誰かがいいこと言ってくれたからとかではなく、本来は自分の存在そのもので嬉しいとか輝いているっていう状態になればいいんですけど、ちょっと周りからの言葉にも反応していて例えばお医者さんとか何か権威のある人とかそういう上司とかね、そういう方にいいこと言われたらいい、そうじゃなかったらそうじゃないみたいな、そういう外側の情報に揺れやすいですねって出てるんですけれども、本来持ってる力ってそれに関係ありませんよみたいな、本来の自分のネイチャーというか魂そのもの、力、生命そのものっていうものはそんなものに左右されないんですよっていう感じで言われてる気がして、すごくその強さをね思い出
思い出すきっかけとなるこの4月なんだなって思ったんですね。で実際にこれまでもすごく頑張ってね、自分をもっと高めようとか頑張っていこう、良くしていこうっていうふうに努力したんだなっていうのも出ています。でその努力したことがすんなりと結果につながればいいんですけど、そんなに思うほどつながっていないのか、やっぱり人って頑張る時もあればちょっと落ち込む時もあったり、疲れたなって思う時もあるので、今はちょっとなんだかなっていう形でもう一度やる気になる時を待っていたりとか、何かを待ってるみたいな感じがあるんですけども、ここからね、何かね無理やりでも決めていくっていう風に出てるんですね。無理やりでもやっていくとか、ちょっとすごい気分が乗ってるからルンルンじゃなくって、あんまり気分にならないんだけどでもやってみようかってやってみたら動き出したとか、良くなってきたみたいな感じがあるので、ちょっとあえて今ここから何を優先させるのか、自分のためにどんなことを決めるのかっていうのを決めてしまうことで、思わぬね喜びだったりとか想像以上のねチャンスっていうのはやってくるよっていうふうに言われています。これはとても明るい希望として使えそうですね。いわゆる何によって自分は喜ぶんだろうって言った時に、いろんな要因があるわけじゃないですか。体のことだったり、パートナーのことだったり、お金のことだったり、今後の将来のことだったりって、だって全てを全部満たすっていうわけではなく、今この3ヶ月の始まりの4月に何を決めるかだけで、そのことに関して広がるんだよみたいなね。お花が咲くみたいに一つのお花だけじゃなくて、一つの花が咲いたら関連していろんな花が咲いてくるみたいな感じがあり、チャンスっていうのはどんどん広がるので、まず自分の中で優先を決めてくださいと。でそれに対してもやっぱりまだ4月ってね、彗星が逆行していたりとか、いろいろ考えることはあると思うので、本当にそれでいいのかなとか、ちょっと迷ったりとか、ちょっと弱気になったりとかすることはあってもいいんです。それは全然いいんです。それも普通ですから。その中ででも本当の自分の望みのために行くわっていう形で進んでいってほしいんです。なのでこれ本当にカードリーディングでもすごく実は大事なことなんですけど、カードがいいって言ってくれてるからいいとか、ダメだからダメっていうだけではなくて、なぜ今それを聞くのかってなった時に、それを聞いた後自分はどうするかっていうのが一番大事なので、やっぱりその中で一番言われてるのは疑いの気持ちだったりとか、もう投げやりになりたくなる気持ちだったりとか、そういう感情が治ってから頑張ろうではなく、いろんなことあるけど、今自分がやりたい方向に焦点を合わすだけでそっちの道がスッとできてくるよっていう感じなので、あえてご自身の意思で決めてほしいなっていうふうに思いました。そして今引いたカードもまたソードの3っていうのがあって、本当はハートが傷んでるんだと、自分で決められないんだっていうような心の叫びが聞こえそうですけれども、それも超えてください。超えるのは自分しかないのでね。でその後に出てるのがやっぱりラバーズということで、喜びが待ってるよっていうふうに言われてます。ちょっと厳しいけど、でもこれは愛のメッセージだと思って受け取ってくださいね。はい、ちょっとオラクルカードの前に一応これ見てみようかな。セルフセラピーカードです。何に気をつけたらいいの？はい、いろんな自分がいますよっていうことで、新しい自分が発見できたらそれでラッキーぐらいの感覚でいてください。好きな自分だけとかね、他者に認められる自分だけじゃなくて、嫌われる自分がいてもいいし、変な自分がいてもいいじゃないみたいな感じです。もしかしたら自分の一部がここ数ヶ月頑張って表現しようとしてたのかもしれませんしね。はい、どうすればいいのっていうものに対しては信じてくださいと。下ばっかり向かずに上を向いて欲しいものを求めていくことによって、このワニのね皮も渡れるよみたいな感じのカードが出てます。信じること。そして4月に与えられるものは何でしょうか。恵まれた才能ということで、新しい世界が開かれてくるよっていうふうに出ています。これだな。はい。そして最後はジョイということで、みんなでね喜んでるよっていうカードが出てます。はい。まあなんというかこのこの感じ、
深い府中の恩恵を感じましたね、私は。魚座の皆さん、もうちょっとね、5月1日になったら火星もね、またやる気になるっていうのもあるし、ちょっとこう自分の行動力を抑えられてるっていう感覚もだいぶ抜けてくると思いますからね。藤田さんどうって言った時に、パーソナルガイドというカードが出ました。これオラクルカードですけども、このカードを見て、またもし何かね感じることがあったら受け取ってください。そしてもしこんなこと感じたよっていうのを言えるようでしたらコメント書いていただけると嬉しいです。ガーディアンエンジェル、スピリットファミリーということで、すごく個人的にね見守ってくれてる存在がいるよっていうことですね。砂の上の足跡っていう、あれはポエムなのかなわかんないですけど、だから砂の上の足跡で検索してみてください。きっとねいいのが物語が出てくると思います。それをなんかちょっと思い出しました。どうしてこんなに辛い時に一人なんだってついててくれなかったんだって言ったら、いや実は辛いからおぶってたんだよっていうね、足跡が2つない時期があると、ちょっと今ちょっと言っちゃいましたけど、できたら検索して読んでみてください。そんな感じですごく守られてるなっていうふうに思いました。はい、ということで次回はまた4月末ぐらいに5月のねメッセージをアップしたいと思います。もし何かしら今回のこのリーディングで分かりました、やってみますとか、何かね参考になったよという方、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。もちろんチャンネル登録もいつも言わないんですけど、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということでまたじゃあ4月末ぐらいにお会いしましょう。ぜひ自分を信じられる健やかに過ごせる1ヶ月になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。